はいどうも皆さんこんにちは。今回の動画から応仁の乱についてお話ししていきます。名前は聞いたことあるけど詳しくは知らないという人が多い応仁の乱ですが、なんだか詳しい人に聞いてみると、畠山氏と柴氏が分裂して、そこに将軍家の問題が絡み合い、最初は仲間だった山名宗全と細川勝元が対立するようになってといった感じの話をされて、応仁の乱は触れないでおこうと思ってそれ以降触れていないという人が多いと思います。しかしなぜ応仁の乱がよくわからないのかというと、こんなに複雑な内容を一気に理解しようとするから分かりにくいのです。今回の動画ではこの畠山氏の部分しか話しません。次の動画では柴氏の部分、その次の動画では将軍家の部分といったように複雑な応仁の乱を分解してお話ししていきますので、きっとこのシリーズを見終わる頃にはなぜ応仁の乱が起きたのかを理解しているでしょう。それでは応仁の乱の主要人物となる畠山氏についてのお話を始めていきましょう。まず最初に畠山氏とは何者かについてお話しします。当時室町幕府では将軍を補佐する役割として官令という役職があったのですが、この官令という役職には誰でもなれるわけではありませんでした。細川、畠山、柴という3つの家の出身でなければなれなかったのです。この官令になることができる時点で畠山氏は相当なエリートでした。先にお話ししてしまうと、この畠山氏は2つの派閥に分かれて争いを始めます。片方のリーダーが畠山弥三郎、もう片方のリーダーが畠山義弘です。しかし弥三郎は死んでしまうので、新しいリーダーである畠山正長と交代。この2人が応仁の乱で戦っていくという流れです。そうなると疑問に思うのは、畠山氏がなぜ2つの派閥に分かれてしまったのかということだと思います。これまでに話してきた内容もありますので、短く振り返って思い出しましょう。この頃の畠山氏の代表者は畠山持国という人物でした。しかしこの畠山持国、嫌なものは嫌だとはっきり言う人物だったようで、当時の将軍をしていた足利義則から、関東で争いが起こっているから鎮圧してこいと命令されたのを断ってしまいます。ところがこの足利義則もくせ者な人物で、自分の気に入らない人物はバンバン首をはねるような将軍でした。畠山持国がそんな足利義則に盾ついたので、畠山氏の人々は焦ります。持国のせいで俺たちにも危害が及ぶかも。そうなる前に持国を家督から外そうということになり、畠山持国は畠山氏の代表者から外されてしまいました。こうして持国の弟の持長が畠山氏の代表者となり、持国は河内の国、現在の大阪府東部へと下っていきます。ところがその後、気に入らない人物の首をはねまくって恐怖政治を行っていた足利義則が逆に家臣から首をはねられるという予想外の出来事が起こってしまいました。こうして義則が死んだことにより、義則に京都を追い出された人たちはみんな帰ってきていいよということになります。つまり持国は京都に戻ることができるようになったのです。さて、持国が帰ってきて困るのは持長派の人々です。持国に代表者の座を奪い返されるかもと思った持長派の人々は、先手必勝とばかりに持国の屋敷へと刺客を放ちました。しかし持国はその刺客を生け捕りにして尋問。誰の差し金だと聞いたら、持長派の差し金ですと吐いてしまったので、これに持国はブチギレます。京都では持国が兵を率いて上洛してくると噂になりましたので、ビビった持長たちは越中の国、現在の富山県あたりへと逃れましたが、到着した越中で捕まって殺されたと言われています。何はともあれ、畠山持国が家督を取り戻し、畠山氏の代表者に返り咲くのでした。さて、そんなキャラの濃ゆい畠山持国ですが、彼の息子はさらにキャラが濃ゆいです。後にこの時代最強の武将と言われるようになっていきます。その息子の名前は畠山義弘です。しかしこの義弘は出自に問題がありました。母の身分が低かったのです。なので畠山持国は義弘を後継者にすることはできないと思い、弟の畠山持富を後継者にすると約束していました。しかし持国はこの約束をひっくり返します。後継者を持富から義弘に変更し、家督を譲るのです。
こんなことしたら持ち富が起こって争いになってもおかしくないんですけれど、おそらく持ち富は人格者だったのでしょう。争いに発展することはなく、その2年後に死亡しています。しかし黙っていなかったのが持ち富派だった人物、神保越中守です。神保の主張はこうでした。出自に問題がある義弘より持ち富の息子である弥三郎の方が家督にふさわしい。こう言って反対運動を起こすのです。こうして畠山氏は弥三郎派と義弘派に分かれるのですが、畠山持国が反撃に出ます。畠山持国は軍勢を派遣して神保を殺害するのでした。この騒動によって弥三郎とその仲間たちは逃亡。頼った先が当時幕府の中で一大勢力を築き上げていた細川勝元でした。さて、ここで登場した細川勝元ですが、彼が弥三郎派に味方したのにはちゃんと理由があります。最初の方に官令という役職には細川、畠山、柴の3つの家しかなれないという話をしたと思います。細川勝元はこの細川氏の代表者です。この3つの家は誰が官令になるかということでライバル関係に当たるのですが、この頃の柴氏はかわいそうなことに当主が若いうちにどんどん死んでしまって官令になれるような人物がいませんでした。そうなると自動的に細川氏と畠山氏の勢力争いになり、細川勝元と畠山持国が交互に官令を務めるという状況になっていたのです。そういった状況だったので、細川勝元は最近勢いに乗っている山梨という一族と手を組んで対抗しようと考えたのです。さらにこのタイミングで畠山氏の内紛です。細川勝元がこれを利用しないわけがありません。細川勝元はライバルである畠山氏の勢力を弱めるチャンスだと考えて、畠山持国と対立していた畠山弥三郎に味方したのです。こうして密かに弥三郎派に協力した細川勝元は自分の部下に弥三郎をかくまわせたのです。このように弥三郎派は細川勝元と山名宗全という心強い味方を手に入れました。当時幕府の中で最も勢いがあったイケイケの2人なので、弥三郎派は優勢となっていきます。対する持国はどうしたかというと、なんと細川山名に対抗するために当時の将軍である足利義政を味方につけました。こうして畠山持国は足利義政に接触し、弥三郎討伐令を出してもらいます。しかし弥三郎派が義弘の屋敷を襲撃し、義弘が京都から没落、畠山持国も隠居しました。この状況を見て義政は持国派が負けそうだと思ったのでしょう。すぐに手のひらを返して弥三郎討伐令を撤回しました。さて、畠山氏の内紛は一段落し、戦後処理が行われていきます。この戦後処理の中で義政はまず持国派には弥三郎派に家督を譲れと命令します。こうして畠山氏の家督は弥三郎が継承しました。そして弥三郎派には弥三郎をかくまっていた細川勝元の部下の処刑を命令しました。この処刑に起こったのが山名宗全です。弥三郎を助けた人間がなぜ処刑されなければならないのだということでしょう。しかし義政はそんな山名宗全に対して討伐令を出して対抗します。細川勝元の働きかけもあって山名宗全討伐令は取り消されますが、この騒動で山名宗全は京都を追われ隠居することになりました。山名宗全がいなくなったことにより、宗全と入れ替わりのようにして畠山義弘が京都へと帰ってきますが、これを受けて弥三郎は大和の国、現在の奈良県へと落ち延びました。さて、勢いを取り戻した畠山義弘ですが、彼は戦いが大好きです。残っている弥三郎派をすっかり打ち払ってしまおうと考えて殲滅戦を開始します。弥三郎が押し延びた大和の国へと侵攻を開始したのです。この殲滅戦は義政の協力のもと行われていましたが、次第に畠山義弘が暴走して手がつけられなくなってしまいました。将軍義政の命令であると嘘をついて身勝手な行動をするようになっていったのです。これをきっかけに義政と義弘の信頼関係は崩れ始め、義弘派には不穏な空気が漂い始めます。限りを見せていく義弘派とは裏腹に弥三郎派は勢いを取り戻していきます。山名宗全が帰ってくるんです。この山名宗全の赦免は細川勝元が義政に働きかけたことによるもので、なんとか許してもらうことができました。その後山名宗全に続いて畠山弥三郎も許されます。
しかしその後弥三郎は死んでしまったので、弥三郎派はその弟の畠山正長を擁立。これによって畠山氏の内部で起こっていた弥三郎派と義弘派の争いは正長派と義弘派の争いへと移行していき、この対立構造が応仁の乱へとつながっていきます。こうして正長派と義弘派の勢力争いが始まっていくのですが、先ほどお話しした通り義弘は義政との関係が悪化していました。そしてついに信頼を失った畠山義弘は義政から家督を奪われてしまいます。ただし義政としてもある程度遠慮したのでしょう。家督を正長に譲らせるといったことはさせずに、義弘の養子である正国に譲らせました。これなら義弘も納得してくれるだろうという義政の歩み寄る姿勢が見えますね。しかし義弘はこれにブチギレます。屋敷に火をつけて河内の国へと下るのです。義政は譲歩してあげたのに義弘が逆ギレしたので、それならこっちも考えがあるってことで正国の家督継承を取り消し、正長を家督と認めます。その上逆ギレした義弘の討伐令を出します。こうして始まったのが嶽山城の戦いです。将軍の命令だと嘘をついたり、家督継承で逆ギレしたりとめちゃくちゃな言動を繰り返していた畠山義弘でしたが、いざ戦ってみると戦いの才能に関しては当時肩を並べる者がいないほどの強さでした。幕府の軍勢は畠山正長、細川勝元、山名宗全に加えて各国から集められたそうそうたる軍勢でした。最初は幕府軍優勢で戦いは進んでいきますが、義弘が嶽山城にこもったら戦況は逆転していきます。なんと義弘は2年半にも及ぶ籠城戦を繰り広げたのです。しかも義弘はただ城にこもっているだけではなく、時には自ら出陣して攻撃を仕掛けるなんてことすらあったそうなので、当時の人々の中には畠山義弘こそこの時代最強の武将だという人もいたようです。結局は嶽山城を捨てて吉野へと没落することになりますが、畠山義弘の戦いぶりは多くの人に知れ渡るのでした。さていかがだったでしょうか。最終的には畠山氏の内紛は畠山正長の勝利ということで、一旦落ち着いて京都に戻った畠山正長が慣例となります。しかしこれで終わりというわけではありません。戦い大好きな畠山義弘が吉野で再戦の機会を虎視眈々と狙っているからです。さて次の動画ではもう一つの重要な一族である柴氏についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。